テレビタレントは YouTuber がどれだけ米のレビューをしても今のところ発売日にスーパーとか2時間とか平均並べ高齢者が働いている奥さんのいる家庭でしか食べられない非課税世代に困ったかもしれないような政策と正しいのでしょうか。今回量になるんですか？なります。ほっとけば。今なんか米が足りないという気がして一生懸命米を並んで買っているだけで膨大な量出るので、結局なぜ高かったのかっていうと、高値になるまで倉庫で貯めといたぜっていうのがいるんですけど、これ早めに出さないと損するよねっていう形になるので出し始めるので、結果として米不足がなくなるんじゃないかなと思いますっていうのが今年の8月ぐらいまでの話ですね。今回お米の値段が下がったのは備蓄米で5キロ2000円台というのを出しました。5キロ5000円は高いよね。なので3000円台ぐらいだよねになってるんですけど、もう米の作付け自体は終わっていて、農協とかがこれぐらいの値段で買うよねって言ってる米の買い入れの値段自体はもう上がっちゃってるんですよ。でさらに今年猛暑って言われてるんですよね。で猛暑になると米の生産量は減ります。今回備蓄米を出してから安い。備蓄米を出しちゃったということは来年は備蓄米は出せません。さらにもっと備蓄を減らすって可能性あるんですけど、なのでもう一回ぐらい備蓄米出すかもしれないんですけど、本来備蓄米というのは何かあった時に取っとかなきゃいけない米なんですよ。でこれを価格が高いから緊急で1年分使っちゃいました。ひょっとしたら2年分米を出してるけど、今度ここ米も出してみたいになって2年分使いましたってなっちゃうと、多分もう1回しかできないよね。で猛暑で来年じゃあ戦争的なことがあるかないかって言ったら結構わからんよねってなると、もう多分備蓄米使えなくなるんですよ。で備蓄米使えなくなった時にどうなるかっていうと、米の値段は上がるしかないんですよ。長期的には米の値段を下げるというのは補助金を出しまくる、減反をやめるの両方やらないといけないんですよ。今減反をやめるっていうのを動きはないので、減反は進んでいます。なので米の作付け面積自体は増えてません。今年作付けしたものが9月10月ぐらいから取れ始めるんですけど、なので今ももう米の量決まってます。で減反した量で作ってるので、なので米の全体量というのは増えていません。でさらに猛暑になって新米の量が少なくなりますってなると、もう上がる以外ないよね。なので上がるでしょう。もし気になる人は今のうちから早めに米の予約みたいなやつとか、農家と交渉して米サブスクみたいなのやるとかっていう形で多分先に抑えないと、長期的には減反をやめない限りは米の値段というのは、米不足というのは解決しません。でもう一つ解決する方があって、アメリカから買うなんですよ。カリフォルニア米って5キロで2000円切るぐらいの値段で日本でも流通可能なんですけど、これの輸入制限というのを日本はずっとやってるんですよ。でそれは農家を守るため、貧乏な農家がそれなりにいっぱいいると農業系の政治家に投票してくれるので、農家というのをなるべく集約させないようにしてるんですよ。大規模農家がじゃあ1人で東京ドーム5杯分ですっていうのやっちゃうと、この人1票なんだけど、これを20人の農家がやってたら20票もらえるじゃないですか。なのでなるべく農家が集約しないような大規模農家を作らせないようにというのは農林族の人たちとか JA の人たちがやってるんですよ。なのでそうすると輸入米です、カリフォルニア米ですって入ってきたらそっち買っちゃうから農家の人たちめっちゃ困るんですよ。なので農家の人たちが票をもらってる農林族というのは外国の安い米を入れないっていうのでずっとブロックしてたんですよ。でもこれが5キロ5000円じゃ買えないよねっていうので、じゃあカリフォルニア米でいいじゃんっていうのが声として大きくなる可能性があるんですよ。今回備蓄米を出しました。これでも何度もできません。でも5キロ2000円じゃないとやっぱりダメだよねってなると、次はこれカリフォルニア米に手を出すか、減反をやめるか、あとは農家に補助金を出しまくるかっていうどれかになるんですけど、減反政策に関しては手をつけませんでした。で補助金についても特に政策的にやってませんとなると、カリフォルニア米輸入するか米が高いの2択なんですよ。で農林族がいまだに強いのが変わらないので、なので結果としては僕はカリフォルニア米入れずに米が高くなってまた同じ騒動を繰り返すっていうパターンなんじゃないかなというふうに思ってますけど、米の値段は上がると思うので、もう一つのパターンで実は猛暑じゃなかったっていうパターンね。猛暑になると一応ね結構世間的にも言われてるんだけど、ただ天気予報というのは外れることもあってめちゃくちゃ豊作になって米余りまくって安くなるっていうのも可能性としてはゼロではないですけど、そんなにその可能性ないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますけど、はい。
小泉さんの米政策どういうふうに評価していますか？目先の人気取りにしか見ませんか？目先の人気取りでも結果がうまくいくんだったら全然いいと思います。人気取りの結果、米の値段が下がるんだったらそれでいいじゃないですか。米の値段は下げたいけど小泉進次郎の人気は増やしてほしくないっていう人がいるんだったらいかがなものかになると思うんですけど、小泉進次郎さんの人気が増えようが減ろうがどうでもいいと思うんですよね。庶民というか多くの人の目的としては米の価格下がった方がいいよね。想像を超えることをするというのが政府ができることなんですよね。民間の場合って利益をどう取るかとか、じゃあコストをどう取るかとかってあるんですけど、採算度外視で大量に米を出すみたいなことっていうのが結構政府はできちゃうので、それは価格が下がるよねっていう。ただ備蓄米を出すということに関して家畜が食うような米という表現に対してバッシングがあるというのが、やっぱり日本ってそういう感じだよねって思っちゃうんですよ。備蓄米というのは5年経つと家畜用として流されるんですよ。備蓄米として5年間保存していくんですけど、だんだん質も悪くなってくるし、5年経つとそんなに美味しくないので、人間用とかではなく家畜用として備蓄米は流されるというのがあって、なので家畜用として流通するというのはすでに事実としてあるんですよ。あと数ヶ月とかで家畜用になるような米であるというのは事実なんですよ。でこれは別に評価の問題ではなくて、5年経ったら家畜用として売ってますよというのが毎年毎年やっているルーチンなんですよ。毎年毎年備蓄して5年経ったやつを流してっていうのを毎年やっているので、なので家畜が食べるようなものである、数ヶ月経ったら家畜が食べるようなものである、そうなんですよ、事実なんですよ。でただこれを言い方が良くないって言って怒ってる人たちがいるっていうのが、でこれをねやっちゃうのがね、やっぱ国民民主党偏差値60以上の人しか理解できない政党なんですよね。偏差値60以上の人たちって5年経ったらそれは家畜用になってるから、あと数ヶ月で5年経ってじゃあ家畜用に回るっていうのは当然だよね。別にその表現として事実だよねっていうので別に気にも留めないんですよ。失言とも思わないっていうことですけど、米を家畜用と呼ぶのはいかがなものかとか、いやいや家畜用で毎年売っていますよみたいなのを全然知らない人が失言だとかって怒っているっていう、やっぱ多くの人に理解をされる表現というのは違うんじゃないかなって、僕もね全然問題なんじゃないかなと思うんですけど、そうそう、事実を言うと怒っちゃう。だから本当に家畜用なんですよ。本当に家畜用のものを家畜用というだけでなんか怒り出すっていうなんだろうね、多分物事を知らないんだと思うんですよね。今年初めて家畜用にするとかで百姓と呼ばれる農家の人たちがいろいろ手間をかけて作ったお米を家畜用にするのはいかがなものかっていう風に怒るのはまだわかるんですけど、もう毎年毎年出してるんですよ、家畜用に。いつものルーチンで出してて、なぜ今怒るみたいな。家畜用にするのが良くないとかだったらもう何十年前からずっと毎年怒ってていいはずなのに、なんで今それ言ってんのみたいなっていう感じなんですけど、今知ったから怒るっていう、物事を知らなかったけど知ってみてで勘違いをしたまま怒るっていう人がそこそこのね割合で多いっていう。フランスは備蓄米といったものはありますか？ありません。あるとすれば日本みたいに出したりしますか？しません。フランスにそんなに米食わないんですよ。モンペリエの近くにカマルグっていう湿地帯があって、でそこはフラミンゴとかも来るんでカマルグの塩とかもあるんですけど、そのカマルグ地方は米を作るんですよ。なのでそこのカマルグの米で水牛の肉を使った煮込み米料理みたいなのがあって、なんかそれは割と興味があっていつか食ってみたいなと思うんですけど、なので地域によっては米は食うんですけど、フランス全体としては米文化ではないので、パリで米を食うってなるとリゾットとかイタリア料理系の流れのものが多いですね。フランスの主食は基本パンなので、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。